皆さんこんにちは、ランダムです。ここはね、僕の買ったキャンピングカーの中で、ここにはね、テレビがついてるんですけども、ホームテレビはね、DVD が見れるんですけども、HDMI の入力端子がないんですよね。で、このね、僕の持ってるテレビだったら、HDMI 入力端子もあるんで、Netflix やね、Amazon プライムビデオも見れるんで、今回はね、ここにあるテレビをちょっと取り外して、この辺りをね、少し改造の方をね、してみたいというふうに思います。はい。ということで、もうちょっと早速ね、作業の方していこうと思うんですけども、いろいろとね、ここガチャガチャついてから、わけわかんないことになってるんで、とりあえず OK、 はい、取れました。入力端子なしです。でもね、このテレビは入れないんで、こっちへやっといて、ここですよね。ここにね、金がついてるんで、これをね、ちょっと外していきましょう。短めのね、ネジでついてたみたいですね。で、ここはね、なんか一遍穴開けを見せたような跡がありますね。まあいいや。で、あとね、わけわかんない線がこの辺たくさん来てるんですよね。で、とりあえずこれがね、テレビの線だったんで、抜いて線をいくつか処分して、おお、やった。20円出てきました。儲けました。ここもシガーソケットありますね。線がね、どこから来てるのかもう見当がつかないようになってるんで、ちょっと困りますね、これは。なるほど。よいしょ。はい、取れました。これは多分ね、この中から来てるんだと思います。で、この辺も全部外しておきましょう。よし、配線に関してなんですけども、どうやらね、この中に入ってるようなんですよね。で、この中はね、こんな感じでから、蝶つがいでね、止まってるようなんで、中にね、電動ドライバー入れてから、ちょっと回してね、ここをね、開けてみたいと思います。頑張ります。よし。取れました。開けてみましょう。よっこいしょと。オッケーオッケーオッケー。狙い通り。6つの金具でね、止まってました。で、配線なんですけども、あれ違うな。もう1個下の方通ってるの、これ。よくわかんないけど、この裏側通ってますね、こいつは。なるほど。はい、ちょっとね、見えてきました。この線はね、多分、テレビのオーディオを、後ろのスピーカーで出すようにした線ですね。で、これはね、どう繋がってるのかわかんないんで、もうこれ封印しましょう、こんな感じで。で、あとね、この分も、電気がね、来てなかったんで、もうこれもね、線抜いちゃいましょう。オッケーオッケー。で、もうね、養生テープでちょっとね、軽く巻いてから、よいしょ、これはね、もうここに、封印させてもらいたいと思います。そうしたら、あとは、この謎のケーブル類ですね。これはね、どうやら、この分の線らしいんですよね。でもね、この分の線ね、別にね、ここになくても僕は全然困らないんで、これ取りましょう。ああ、取れました。使われてた方はね、多分ここにあった方が、いろいろ都合が良かったんじゃないかと思います。でもね、僕は別にあそこじゃなくてもいいんで、個人的にはこの辺でもいいんですけどね、別に。この線がひどく邪魔ですね。ここですね。なるほど、なるほど。このきしめんみたいな線、こっち来てますね。で、ここ？あ、なるほど。この線ですね。これだ。これをちょっと逆に取ってからね、一遍抜いてから差し替えましょう。OK。これでね、抜けるはずです。OK。抜けた。で、これはね、どっかにつけとかないと、AC オンにするときね、いちいち潜らないといけないんで、この辺がいいですね。ここにね、ちょっと取り付けてみたいと思います。よし、ここでいいでしょう。よし、OK。裏にね、穴開けてもよかったんですけども、とりあえずね、今回こんな感じでいってみようと思います。よし、どうでしょうか。OK。で、どうしましょうかね。ここに来てるね、配線か、このコンセントはね、まだ生きてるっぽいんで、これはね、このままちょっと使わせてもらいましょうかね。ちょっとね、机が汚いんで、これね、掃除します。この無水エタノールはね、シールとかのね、跡を取るのにすごい便利なんで、僕はね、よく使ってます。よし、ということでね、この天板も綺麗になりました。で、ここに戻すのは簡単なんですけども、ここにね、この隙間があるのはすごいもったいなくって、今はね、この状態でもう密閉されてるんですよね。で、量もね、たくさん入りそうなのに、もう蓋してしまっちゃったら、いろいろ入れないし取り出せれないんで、ここはね、開閉可能なようにしようと思うんですよね。で、開けるときにはね、こことこれが邪魔になるんですけども、こっちはね、もう簡単に言ったらこうやって取れるんで、ここですね、これ取りましょう、まず。よっしゃ。OK。これでね、こうやって、一応ね、開け閉めできるようにはなったんですけども、ここですね、ここの部分にね、ポータブル電源置けるようにしたいなと思うんですけども、このね、板自体が、こんな感じのネジで、1、2、3、4、5、6、7、8かなぐらいでしかね、止まってないような感じであるんですよね。で、このね、ネジ4本だけでから20何キロ乗っけることはできると思うんですけども、ちょっと心もとないんで、このね、今ついてる、これらの金具を拝借して、こっちにね、移設し直しましょうかね。で、こちらは、
蝶つがいでね、こんな感じで開くように、したいんで、もうね、このネジはいらなくなってしまうんで、これをね、取ろうと思います。はい、頑張ります。でね、ちょっと位置合わせ的なものもいるんで、まずちょっとこの辺残しておいて、蓋してみましょう。あ、こうね。オッケー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 。で、この状態だったらやっぱし開きますね。うん。いうことは、先にね、もうここにね、蝶つがい担ぎでつけてから、開閉できるようにしてから横の部分とかね、外した方が良さそうなんで、金具類、ちょっと一旦ね、買いに行ってきたいと思います。はい。行ってきます。はい。金具類ね、買ってきました。蝶つがいね、ちょっと弱そうですけども、ちょうど良そうな分がね、これしかなかったんで、これにしました。こういったやつですね。内側にね、コブが来てるやつを買いました。こうですね。まっすぐなるやつ。これだったらね、こんな感じで置いて、開けることができるんで、ちょっとね、この感じでね、取り付けてみたいと思います。よし、設置完了です。どうでしょうか、せーの。よし、おー、いけた。オッケーオッケーオッケー。はい、オッケーですね。よし。これでね、もう開閉問題は大丈夫ですね。よし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 。で、中なんですけども、中はね、本当はね、裏側から蝶つがいをつけて踏ん張るのが一番いいんですけども、裏側はね、このね、増設されたインバーターの奥の方にね、手を入れなくていけなくて、隙間がね、もうないんで、仕方がないんでね、よいしょ。このね、もう内側の方に、この L 型金具の方をね、こんな感じで、固定の方をね、していきたいというふうに思います。全部でね、4箇所にします。こんな感じですね。頑張ってね、もう取り付けます。取り付けましたにします。はい。ということでね、できました。固定完了ですね。もうこれでね、相当耐荷重上がったんじゃないかというふうに思います。はい。で、ここに置くね、ものなんですけども、でかいね、電源をこう、ドンと置いてから蓋を開けた状態で使うのもありなんですけども、やっぱりね、テレビの関係上、できればね、しまって使用がしたいんですよね。ですのでね、この中に入る電源なんかないかなというふうに思いましたら、EB120 ですね。こちらはね、今フリードスパイクに常設してある電源です。で、よっこいしょ。これはね、もう確実に入ると思うんですけども、どうでしょうか。よいしょ。お、いけますね。やっと寝かしてみると、はい、入りました。よしよし、バッチリですね。高さも問題なし、幅も問題なし。で、電源まで見えてますね。OK、OK。ここはね、簡単に言ったら USB とか DC16 とをね、取り出すための専用のサブバッテリーみたいな感じです。はい。で、これをね、ちょっと中で暴れないように、走行中に暴れないようにちょっと固定の方をしたいなと思うんですけども、もうね、ちょっと実はいい時間なんで、今日のところはね、この辺にして、続きはね、明日にしたいと思います。はい。じゃあね、休みます。よし。朝になりました。で、とりあえずね、黒いシート敷いてみたんですけども、これでね、滑り止めは OK っぽいですね。で、モニターアームね、この辺とかにね、つけようかなとも思ったんですけども、これ自体がね、薄い板になってるんですけども、これにね、取り付けても、裏はね、結構隙間があるような感じなんで、裏にね、板をつけないといけないんですよね。で、しかもね、失敗したらここに大穴が開いちゃってから、すごいブサイクになるんで、ちょっとね、そこまでするメリットがないんで、買ったはいいんですけども、とりあえずね、ここはこの格好でもう行くとして、この下にね、充電器とかをね、ちょっと仕込んで、セットの方をね、して、充電もね、できるようにしたいと思います。はい。こうですね。ここにもね、なんかロックができるようにしたいですね。よし。こんな感じに置こうと思います。ファンもあるんでね、壁からは少し開けて、充電器はね、この辺に置いて、で、充電するときだけね、こうやって、こんな感じでケーブルをね、ちょっと持ってこようかなと。で、終わったら抜いてまたしまうみたいな格好にしようかなというふうに思います。よし。こんな感じでね、板を当てるようにしましょう。よし。こんな感じでね、ちょっとね、ネジ打ち直しました。で、これでもね、まだ少しガタガタするんで、こうね、下側にね、この向こうにあったやつを貼りましょう。よし。こんな感じで OK ですね。こう置いて、よし。これでも滑りませんね。滑らん。よし、オッケーオッケー。前後方向はね、これ大丈夫ですね。左右方向もこれで OK。で、配線をして、こうで OK じゃないですかね。OK。で、充電時には、こうやって挿せば、はい、充電もね、完成されました。170W で充電されてますね。おお、多いな。OK。で、蓋をしたらこう。通常はこんな感じですね。OK、OK。いい感じできました。これでね、サブ電源完成ですね。これはね、超緊急時のね、ダメな電源として、置いておきたいと思います。はい。で、じゃあね、ちょっとテレビ戻してみましょう。よし。でもね、その前にね、ちょっとこう向きの方が使いやすいんで、向きね、この辺で、こっち組みにね、取り付け直したいと思います。よし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 。OK、いい感じですね。よいしょ。ちょっとね、前ついた分破けてたんで、この残りを使いましょう。で、
こう。はい、設置完了です。配線はこんな感じですね。で、テレビをつけてみると、OK! テレビ映りました。やった。OK! 相当綺麗です。地デジですね、これ。うちはね、田舎なんでちょっとザラザラしてますけども、でもね、すごい綺麗に映ってます。よし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 、いいですね。今までのね、見た目を壊さずに、改造がね、完了しました。しかもね、コード類がすごいシンプルになってます。OK ですね。じゃあね、とりあえず、ここのね、テレビ周りの改造はね、一旦これでね、OK にしておきたいと思います。はい。じゃあどうしようかな。続いてね、またちょっと別の改造も考えようと思うんで、ここで一旦動画止めます。はい。で、とりあえずね、この車熱いんですけども、このね、換気扇をね、なんとかしたいんですよね。で、今ついてるのはね、なんかこんなちっちゃいファンで、全然ね、排気もしてないような感じではあるんで、ここをね、ちょっとなんとかできないか、調べてみて、なんとかできそうならね、手を加えてみたいと思います。はい。とりあえずね、このもう USB ファンはいらないんで、これはね、外す方向性でいって、ちょっとね、この辺ばらしてみたいと思います。まずはね、このレバー外しましょう。はい、OK。で、ネジで止まってるんでね、この辺ちょっと外していきましょう。これらはカバーですね。よし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 、OK。なるほど。こんな感じなんですね。このね、メッシュの部分を取りましょう。ネジ2本です。OK。はい。ああ、やっぱりそうですね。これ、普通のね、パソコン用のファンを自分でステ作ってつけてるだけですね、これは。多分そうなんじゃないかと思います。よくわからないですけども。ですね、このファンもね、いらないでちょっと取りましょう。OK。よし。これがね、ついたみたいです。よくわかんないですけども、とりあえずこれはね、DC12 ボルトのファンだったみたいです。はい。でもね、もういりません。で、これがね、開口部ですね。どうやらね、この辺の線にファンを買ってきてね、つければいいみたいなんですけども、どうやらね、これね、このマックスファンの部分っていうのが側だけでから側をかぶせる状態だけっぽくて、ここをね、なんか外側からどうこうすれば、これは外れるみたいなんですよね。ですんで、新しくね、ファンを買ってきて、ここにつけて、まあギュギュッと締めればね、固定できるような格好らしいんで、新しくね、欲しいんですけどもね、採寸だけしていきましょうかね。36センチ、36センチ。で、深さが4センチ5ミリですね。で、こっからはね、天井よりも上に出てる部分ですね。了解了解。はい、探しました。こちらですね。この分のね、14インチサイズのものがね、開口部にね、合うみたいです。ですのでね、こちらをちょっと購入させてもらおうと思うんですけども、この分だけじゃなくて、なんか多分防水するようなものもいると思うんで、そちらもね、ちょっと調べて買わないといけないんで、ちょっとね、後でゆっくりそちらをね、調べて注文するとして、注文したものがね、来るまで、ファンもね、何もないのって、ちょっと寂しいものがあるんですよね。で、なんかいい方法ないかなとちょっと思って探しましたら、僕にはね、この窓用換気扇があるんで、こちらね、つけてね、とりあえず当座をしのいでやろうというふうに思ったんですけども、実はこの分ね、サイズがね、小さいのと、あと、高さがね、ありすぎるんで、このスペースに入らないんですよね。ですね、ちょっとどうしようかなというふうに思ってたんですけども、よくよく考えたら、僕にはね、もう一つ窓用換気扇があって、こちらはね、一回り大きいサイズなんですけども、ここにね、ぴったりの寸法で、こんな感じでね、もうつきそうではありますんで、とりあえずね、マックスファンが来るまでの間は、この換気扇でね、ちょっとね、急場をしのぎたいなというふうに思います。はい。で、やるのは簡単なんですけども、まずね、こちらですね。これ、羽がね、2枚分、この金具に当たって邪魔なんで、この羽をね、外します。こうですね。そしたら、あれちょっとね、まだ邪魔でした。これも。で、さらにね、この辺がね、邪魔なんで、この辺のちょっと寸法に合わせてね、カットしてみたいと思います。よし。配線的にね、こうですね。OK、OK。これでファン回るのかな、よく考えたら。はい、こうですけども、回るかなあ、いけますね、いけますね。そうしたら、これをね、取り付けるようにちょっと金具をね、つけたいと思います。で、金具はね、ちょっとこういったものを使います。これをね、こっちとこっちね、こんな感じで取り付けます。ちょっとね、同じ金具がなかったんで、片方はちっちゃい分です。仮なんでね。よいしょ。反対側もつけます。で、こうですね。じゃあね、止めていきましょう。もうね、まずはこんな感じで持ち上げて、よいしょ。よいしょ。よし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 。残りの部分まで止めます。装着完了。よし。いい感じですね。で、じゃあね、どうしましょう。もう早速ね、回してみましょう。で、線を配色して、これで回してみると、せーの。お、回りました。いいですね。おー無事回りました。バッチリです。あ、ちゃんと排熱できてますね。こっちの方からね、風が入ってき始めました。不圧の関係でね、風が通り始めました。やりました。隙間空いてますけどもね、逆流してる感じはないですね。よーし。
はい、こんな感じです。なんだろう、あんまし違和感ないですね。で、この換気扇はね、実は、いっぺん引っ張ったら、排気なんですけども、もういっぺん引っ張ったら、吸気に変わるタイプのものなんで、それ引っ張ってみましょう。せーの、よいしょ。はい、逆回転開始。すると、なんだろう。微妙ですね。風はね、入ってきてるんですけども、下側じゃなくて、横に向かってね、風が出てますね。じゃあ、上の方の空気をね、拡散してくれるみたいですね、これだったら。オッケー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 。で、ちなみにね、意外と、いい風来てます。よし。じゃあね、最後にね、このカバーつけましょう。よし。はい、つきました。で、回してみると、バッチリですね。で、ちなみにもう一遍引いて、空気取るようにすると、こっちもバッチリですね。フードつけたらね、風がちゃんと下方向にね、来るようになりました。よしよしよし、涼しいです。よし。ということでね、天井換気扇、なんとかね、装置完了ですね。バッチリです。よし。じゃあね、最後にね、配線の処理だけ、簡単にね、していきたいと思います。はい。ということでね、配線完了です。こんな感じで、なんだろう、養生テープっていうんですかね。あちらの方で、適当にね、ちょっと今配線しました。で、あとね、換気扇の方もね、養生テープの方でね、目張りしときました。これでね、排気漏れはね、しなかったんじゃないかと思います。はい。で、車内はね、換気扇のおかげでめちゃくちゃ、快適になりました。上の方のね、熱気がね、もう全部逃げていってるんで、すごい気持ちがいいです。で、しかもね、音もね、めちゃめちゃ静かです。これは正解でしたね。はい。OK です。はい。ということで、お次なんですけども、実はね、僕、この居住空間に関しまして、いくつか問題点が今ありまして、というのがね、この机、なんだろう、作業するにはね、少し高いんですよね。ですので、机を下げようかなというふうに思ったら、これね、こんな感じの金具ついてるんですけども、ここにね、余裕がなくて、机は下げれないんですよね。ですのでね、ちょっとこの机の高さを変えることは NG であるのと、あとね、このシート、フルフラットにしたらね、ベッドになるんですけども、ちょっとやってみますね。よいしょ。こうやって、ヘッドレストを抜く。で、片方はこうで OK。もう片方も倒したら、こんな感じでね、フルフラットのベッドにすることができるんですよね。で、こんな感じでね、寝ることができるんですけども、なんだろう。ちょうどね、この辺なんですけども、お尻がね、ちょうど真ん中に来て、落ち込むような感じがあるのと、あとね、シートのね、この中に入ってるパイプっていうんですかね。あれがね、ちょうどお尻のあたりに当たってからね、痛いんですよね。で、まっすぐにね、なっててフルフラットの状態で、いいなとは思ったんですけども、ちょっとね、寝づらい状態なんで、なんかいい手はないかなと思ったら、僕にはね、このマットレスがあったんで、この分をね、敷いたら多分良くなるんじゃないかと思って、敷いてみたんですよね。そしたらね、厚めもしっかりあるんで、まあまあいいっちゃいいんですけども、めちゃめちゃ快適かって言われたらそうでもないんですよね。やっぱしね、ここの部分、真ん中あたり、お尻がね、ちょっと落ちて、へこんでしまってるのと、あと、僕はね、ここを座敷かなんかにしようと思って考えたんですけども、なんかね、やっぱし感覚的に違うんですよね。で、それじゃあね、中を平らにすればいいじゃないかということで、こちらはね、斜めの径のソーラーパネルを貼り付けるときにね、使ってた板なんですけども、こんな感じで、置いて、さらにね、マットレスを置いてみたところ、全然ね、沈み込まないようになって、もう、なんだろう、ものすごく安定するようになったんですよね。で、ここでね、こんな感じで座って、出入りのアクセスも楽。で、机もね、マットレス取ったらね、適当なところに置いて、作業なんかもできたりするんで、僕一人とかね、で使う分であれば、もうこんな感じにする方がいいっていうことにね、ちょっと気がつきましたんで、今回はね、このベッドの、きしみ対策として、この板の方をね、しっかりした板を作ってね、こちらにね、置けるようにしてみたいなというふうに思います。はい。で、ちなみに、この板なんですけども、実はね、これ通常ね、長さが 1.8 メーターぐらいあるんですけども、僕がね、カットしたんで、1メーター55しかないんですよね。ですんで、本当はね、もっと長いもので、ちゃんとしたものにしたらね、この、頭とね、下の方に来る部分も、ちゃんと覆える板が作れますんで、この板をね、また新しく1枚買ってきて、そこからね、ここに置けるフラットな板みたいなものをね、作っていきたいなというふうに思います。はい。よし。ということでね、頑張りましょう。はい。ということでね、ホームセンターに行って、板をね、購入してきました。長さはね、1800ミリあるんですけども、結局ね、1600ミリにカットしてもらいました。この分でね、十分な長さがありますし、こっちの方が収納性が良かったんで、こうしました。はい。で、このままだったらね、お尻が痛いんで、この上に貼る、スポンジマットですね。と、あとね、こうね、板のね、裏地のままだとちょっと味気ないんで、こういったね、カーペット買ってきました。これをね、ちょっと裏のこっち側にね、こうやって貼る。
分ですね。で、あとはね、接着材類が600円。それからね、この上に貼るクッション素材ですね。ダイソーの分なんですけども、これがね、全部で1100円だったんで、合計ね、7000円ぐらいで、板の材料用意してきました。はい。よし。ということでね、ちょっと今からね、この分、頑張って作っていきたいと思います。やりましょう。で、やるのは簡単で、まずはこの板に木工ボンドを塗って、こうね、布を貼り付けます。もうね、ダーッといきます。お、すごい。もうね、ダーッといきます。よいしょ。こんな感じに塗って、これで伸ばしていくと。こんな感じですね。結構手間かかりそうです。お、なるほど。で、ちなみにね、結構量がいるかもしれないと思って大きい分買ったんですけども、大きい分買って正解でしたね。これは一発目から分かります。ちなみにね、なんか速乾性のある分もあって、そっちに買おうかと思ったんですけども、なんか数分で固まり始めるらしくて、こうやって塗ってる間にもその端からね固まりそうではあったんで、今回はね速乾じゃない分にしました。ちなみにね、ボンド足りるかな。これで頑張ります。よっしょ、 OK かな。これでよし OK にしましょう。もうすでにね乾き始めてるんで、もうねとっとと、シートの方ねかぶしてみたいと思います。貼りながらやればよかった。ちゃんといけるかな。とりあえずね、幅は1メートルのものなんで、向こうまでいければ問題なく貼れると思うんですけども、こんな感じでだいたいちょっと置いてみたら、よし、無事いけました。端っこまで来ました。よし、はい、ちょっとねカットしてませんけど、こんな感じでできました。で、この状態で12時間ぐらいね置いたら固まるとのことなんで、この辺のね余り物の板を置いてから重しにして、よし、ということで、ね、こんな感じで重しもしたんで、このままね放置しようと思うんですけども、最低でもね6時間もしくはね一晩寝かして、それからね作業の方を続けたいと思います。はい、暑い。はい、ということで、一晩経ちました。もうね20時間ぐらい経過してるんでバッチリ乾いてると思うんで、ちょっとね見てみたいと思うんですけども、よいしょ。はい、板剥がしてみました。どうでしょうか。しっかりくっついてたらいいんですけども、おお、まあまあこんな感じですね。ボンド塗ってたところはしっかりくっついてます。おお、しっかりくっついてます。よし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 、オッケー。じゃあ成功ですね。ということでね、ちょっと耳が出てる部分、カッターでねカットしたいと思います。よし、 OK、 きれいにねくっつけました。ただしね、端っこの方はね完璧とは言えないんで、ちょっとね端っこの方何点かねタッカーをね打っときたいと思います。で、タッカーはねちょっと今回いい分買いました。Amazon でね1200円ぐらいでした。というのもね、今までの分はダイソーの分使ってたんですけども、ちょっとね力が弱かったんで、今回はねちょっと奮発していいもの買いました。でもこれでいけるみたいですね。よし、じゃあね行ってみましょう。せーの。おお、綺麗に入ったんですけども、ちょっとまだ飛び出してますね。これね後でね金槌で叩きます。とりあえずこんな感じで、何箇所かね止めていっておきたいと思います。OK、 よし、ということでね、裏面は完成ですね。じゃあ今度はね表面の方をやっていこうと思います。で、表面にはねクッション性を良くするためにダイソーの部分ちょっと使おうと思うんで、ちょっとね配置してみたいと思います。よし、どれどれ、適当にね組み合わせてみます。これね楽しいですね。なんかね懐かしい感覚がします。よし、ちょっとね不格好ですけども、耳をね落としました。で、そしたらね上を加工する前にもうね下からちょっと止めていってしまおうと思います。で、両面テープがね2つで合計11メートルしかないんで、12345678910の11でいきますね。 OKOKOK。 じゃあねちょっとテープ下にね貼っていきたいと思います。でもその前に先にねこの表面拭いときます。これやってたらね両面テープの付きが全然違うんで、よいしょ。よし、 OK。 で、両面テープをペタッと貼ってカットで、23で両面テープ貼って、剥がして、こっちも剥がして、でそーっと乗っけて OK、 こうですね。よし、はい、
一つできました。同じ段取りでね、上の方までやっていきたいと思います。オッケー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 。で、最後にここですね。ここはね、1枚ずつ貼って、カットしてね、こっちへこっちへやっていきましょうかね。よいしょ。で、当て倒して、はい、切り取ると、こうね、キュキュキュ入っていく感覚が楽しいですね。よし、で、最後。よし、ここまでできました。で、乗り心地最高ですね。足触りすごくいいです。で、あとはね、このシートですね。目がね、縦方向なんで、縦方向でね、いけたら、縦方向でね、設置してみたいと思います。はい。ちょっと準備しましょう。よいしょ。お、方眼の目があるんですね。これいいですね。で、パタッと。いけますね、こうやったら。OK、いい感じですね。折り返しの分だけ残して、余白を取って切りましょうかね。これね、方眼の目があるんでね、めちゃくちゃカットしやすいですね。ありがたい。よし、じゃあね、折り返しの部分はこれぐらいでいいんで、ここでカットしていきましょう。よいしょ。OK。よし、じゃあね、こちらをタッカーでね、止めていきましょう。で、タッカーするのはいいんですけども、このね、角の処理はちょっと後で考えるとして、まずはね、この辺止めていきます。せーの。よいしょ。よいしょ。こんな感じですかね。ちょっと余白が多かったかもしれないけども、とりあえずね、こんな感じで、止めていきたいと思います。これね、貼るときにね、ギュッと引っ張ってから、ホチキス打ちます。よーし、OK。はい、ということで、タッカー完了です。しっかりね、くっつきました。で、気になる表面は、おー、かなりいい感じでできたんじゃないでしょうか。よし、じゃあね、これをね、もう早速、キャンピングカーの方にね、持ち込んでみてから、設置の方をね、してみたいと思います。よいしょ。結構重たい。よいしょ。で、せーの、よいしょ。はい、こんな感じですね。ちょっとね、短くしたんでこんな感じだったんですけども、いい感じにね、設置できました。だけどもね、いろいろ合体させたんでね、結構厚みが出ましたね、これ。そうか、ちょっと想定よりもね、厚みが出ました。はい。ちょっとこれは、よしとしておきましょう。で、座った感じはね、結構しっかりしてるなという感じですね。想像よりもね、固めにできました。はい。で、転んでみると、これはいいですね。背中もね、きっちり伸びてから気持ちがいいです。OK、OK、OK、OK。高さ的なものはね、全然問題ないですね。で、これならね、ちょっとね、たるみましたけども、ちょっと許容範囲として、これだったらね、調理のものこぼしてもね、汚れなくていいですね。はい。で、これね、よいしょ。こんな感じに寄せて、よいしょ。こんな感じにしたらね、背もたれがね、出せれるようにするために、160サイズにね、切りました。板のままだったらね、180バチバチなんで、こうしました。で、ちなみにね、ベッドにするときには、このマットレスをね、使用すればよくって、で、マットレスを乗せたらね、こんな感じですね。ピタッとね、まっすぐなってます。で、これちょっと転んでみましょう、今度は。そしたら、よいしょ。背中がまっすぐなるんで、めちゃめちゃ気持ちがいいです。これは寝心地がいい。これだけだったらね、ちょっと本当に背中、お尻とかね、沈んで、やばかったんですけども、これにしたらね、すごく寝心地よくなりました。バッチリです。オッケー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 。ちなみにね、転がったらこんな感じで、寝転びながらね、テレビが見れますね。これゲームもできます。わー、ダメな大人の遊び場ができました。でも気持ちいい。とりあえず、マットレスはね、97センチあるんですけども、下のね、板は90センチなんで、90センチのね、ベッドができたような感じですね、これだったら。めちゃくちゃね、快適になりました。はい。ですんでね、これ僕以外の人をね、休ませる時なんかでも、すごくね、快適なベッドができたんじゃないかというふうに思います。はい。でちなみに、僕一人の場合だったらね、通常は、もうね、こんな状態で走ろうと思ってて、人を乗っけるときはね、この板は、こんな感じで外して、こんな感じで、天井の部分に入れて、走行すれば、向こうにね、ベタでくっつけておけば、ブレーキ踏んでも動かないし、裏をね、こんな感じしてるんで、加速でね、この板が動くようなこともないんで、この位置で OK ですね。よし。OK、OK。いい感じにできました。とりあえずね、机にも足とかをくっつけてから、この上にね、置けるようにはしたいんですけども、今回はね、ここにね、板を置くことができたんで、これでね、OK にしておきたいなというふうに思います。はい。ということでね、今回はテレビ台と天井ファンと、それからね、ベッドみたいなものを作ってみたんですけども、いかがだったでしょうか。正直なところね、結構上手にできて、個人的にはね、満足です。はい。
で、とりあえず快適性を求めた改造はこれぐらいにしといて、次回はね、この後ね、この改造を施したキャンピングカーくんの方でね、車中泊の方してみたいと思いますんで、皆様ね、ちょっと次回の動画も見ていてください。はい、こんな感じですかね。ということで今回この辺でご視聴ありがとうございました。